こんばんは。今回は前回の続きになります。続きをご覧ください。今ちょうど、このあけぼの橋商店街の手前の、この辺にいます。はい、ここは右に曲がります。これは哇，Tom，右は焼肉屋ですね。はい、これで住宅街は抜けました。階段です。カウンター。おお、なかなか味のある階段だ。また風流な味のある階段に出ましたが、この階段を降りるとあけぼの橋商店街に出ます。好きや。はい、あけぼの橋通りに到着しました。ここはですね、昔ながらの商店街で、私はですね、なんとなく懐かしいなという気がしました。一人が。昔はですね、こういった商店街がどこにでもあったんですけども、最近本当に少なくなりました。東京はですね、意外にこういう商店街は多いと思います。嫁もですね、この通りを見て、結構値段が安いと言ってました。多分駅に近いですね、ここ。なんかの駅、あけぼの橋の駅ですが、このようにですね、子供とお母さんが手をつないで歩いている姿なんか、ほのぼのとしていいですよね。あけぼの橋で。もうなかなか昭和っぽい、なかなかいい通りだな。最近本屋の経営が難しいので、どんどん消えちゃうので、はい、行きましょう。ください。途中にあったとんかつ屋の山崎で、1個100円のコロッケを2つ買って、途中で、嫁と2人で公園で食べました。海外生活をして恋しくなる食品の一つにコロッケが私はあるんですけれども、自分で作ればですね、いつでも食べられるんですけども、油物はですね、どうしても面倒くさいと思って、ほとんど作りません。大体ですね、日本に帰ってきた時に、コロッケは食べます。左に昔ながらの八百屋が見えますが、こういう八百屋最近あんまり見ないと思います。哇，ở đây chắc là rẻ hơn chứ bà. 昔の街並みがここには残ってるね。なんだ。ちょうどですね、この画面のこの右側のこの横断歩道上に、東京タワースカイツリーラインが、横断します。これですね。この横断歩道。この辺です。どこでコロッケを食べるかかなり悩んだんですが、結局この公園にすることにしました。休憩します。コロッケ食べます。この公園ちょっと高くなってたので、何か見えるかなと思ったんですが、結局何も見えませんでした。6時ですね。もうですね、この時間で何も見えないと、もうそろそろ諦めてます。はい、これが途中で買った1個100円のコロッケです。いや、非常にうまかったです。実はこの後もう諦めて帰ろうと思ったんですが、せっかくですから市ヶ谷方面まで歩くことにしました。これは中央大学市ヶ谷キャンパスです。東京タワースカイツリーラインは、このキャンパスをちょっとかすります。
左は防衛省になります。東京タワースカイツリーラインはこの防衛省の中を突っ切ってます。防衛省。あれあれkhông thấy không thấy. 整備がすごく厳しい。 Ở 安 đây 倍さんが、ここ防衛省の正門なんですが、海外のこういうところでビデオ撮りとかしてると、すぐに取り上げられちゃいます。私、子供の頃は兵隊になるのが夢だったんですが、この方角ですね。この方角に東京タワーが見えるはずなんですが、残念ながら何も見えません。兵隊になるのがですね、夢だったんですが、目がですね、子供の頃から非常に悪くて、早々に諦めたわけですが、もしですね、なれるのであれば、海上自衛隊よりも陸上自衛隊の方がいいかなと思ってました。一番の理由はですね、サメですね。船に乗っていてですね、沈没すると兵隊はですね、海に全部投げ出されてしまうわけなんですが、その時にですね、サメに食われるのだけはちょっと嫌だなと、子供の時思ってました。おそらくですね、これは子供の時に見た、ジョーズという映画ですね、これがトラウマになってるんじゃないかなと思います。なんかの本に書いてあったんですが、第二次世界大戦中のアメリカの海軍は、兵隊に対してサメの防御の教育をあえてしなかったと書いてありました。精神的なですね、恐怖があまりにも大きいので、あえてやらなかったと書いてありました。確かですね、巡洋艦インディアナポリス号の惨劇かなんかの本だと思います。ちょっと定かではありません。今ちょうど亀岡八幡宮に行く道に入りました。この途中もですね、東京タワースカイツリーラインが走っています。右がですね、これ階段になってまして、それでこの左ですね、この左側です。これですね、こっち側が坂道になってます。ちょうどこの辺で東京タワースカイツリーラインが、横切っているところなんですが、やっぱりですね、何も見えませんでした。もうこの辺になるとですね、もうほとんど諦めています。はい、亀岡八幡宮が見えてきました。せっかくですので、ちょっとこの亀岡八幡宮の話をしたいと思います。ここに来た時はですね、全く知らなかったんですが、家に帰ってからちょっと調べてみました。1479年室町時代の武将、太田道灌、この人ですね、この武将太田道灌によって江戸城が建設される時に、鎌倉にある鶴岡八幡宮の分霊を祀ったのが、始まりだそうです。その時に名前を鶴岡に対して亀岡としたそうです。鶴と亀ですね。当時は現在の、千代田区にあったのですが、その後1636年、江戸時代の時に、現在の場所に移転しました。ここは、東海道で53次で有名な安藤広重の、名所江戸百景で、描かれています。はい、これです。多分これがですね、市ヶ谷堀ですね。私は広重とか北斎の絵を見ると、昔の人々はこういう風景を目にして生活していたんだ、とですね、なんとも不思議な感覚に陥ります。これはですね、おそらく化石を見るときに感じる感覚と似てるんじゃないかと思います。まさにですね、ロストワールド、失われた世界を覗いている感じだと思います。すいません、何を言っているのかちょっとわかりませんが、まだまだ続きます。
ちょうどこの辺に東京タワースカイツリーラインが通ってるんですが、残念ながら何も見えません。正面には日本大学が見えます。日本大学。ここは JR 市ヶ谷駅の近くです。やっぱりですね、残念ながらここはですね、何も見えません。こんな都会なのにですね、セミの鳴き声が聞こえます。男性性病明治から男ね。哇，見ない。さすがにこの時間になりますと、明かりのないところは全然カメラで撮れませんでした。スカイツリー、スカイツリー。スカイツリーだね。チュチュ。ここで今日初めてスカイツリーを見ることができました。ちょうどですね、ここに東京タワースカイツリーラインが走っているんですが、残念ながら東京タワーは見えませんでした。初めて。今日初めて。東湖元帥記念公園です。ちょっと今は工事中なんで下から行ってみましょう。ここは東郷元帥記念公園です。コロッケを食べた後にもう帰ろうかとも思ったんですが、実はこの公園に来てみたくて頑張ってここまで歩きました。東京タワースカイツリーラインはこの公園のど真ん中を通過しますが、残念ながらですね、この日は工事中で入れませんでした。そこでなんとか入れないか入り口を探していたんですが、坂を降りたところから、公園の下半分のところに入れました。しかしですね、もう暗くなっていて何も見えずにやっぱり残念でした。東郷元帥といえば日露戦争の英雄東郷平八郎のことですが、どうやらですね、この公園の半分はこの東郷平八郎の旧自宅の敷地だそうです。日露戦争の本はいろいろあると思うんですが、私は定番の坂の上の雲を読みました。ちょっと長い本なんですが、この本を読むと間違いなく日本ファンになると思います。その昔ですね、100年以上の前の話ですが、日本がまだちっちゃくて弱っちい国だった頃に、なんとか外国の侵略から守ろうと、当時の人々がですね、まさにあらん限りの知恵を絞ってその頑張る姿がですね、本当に愛おしいと感じます。当時の日本人はですね、貧乏で背も低くてちっちゃかったんですが、彼らの態度は堂々としていました。ぜひですね、まだ読んでいない方は読んでみてください。これから東郷元帥記念公園を出て、皇居の方面に向かいます。これはイタリア料理店です。Google マップで見ると、東京タワースカイツリーラインの近くにイタリア料理店が多かったような気がします。イタリア料理この後ここのセブンイレブン千代田3番町店で夕食を食べたんですが、この時ですね、店員の方が外国の人で、小さい声で話すと分かりづらいんじゃないかと思って私は大きな声で話したところ、ちょっと怖がってたので、ちょっと悪いことしたなと思いました。もうこの時は、帰ろうと思いまして、近くの地下鉄を探していたんですが、最後の最後にですね、とうとう見つけました。
おお、体力、体力。おお。左手にスカイツリーが見えました。ちょっとですね、このカメラですと見えづらいんですが、肉眼ではですね、はっきり見えました。こんな感じですね。この時はですね、まだ東京タワーは発見していません。Tokyo Sky Street. スカイツリー。東京タワー、東京タワー、ここはですね、東京タワースカイツリーラインからちょっとずれるところなんですが、見晴らしの良いところでしたので、もしかしたら東京タワーも見えるんじゃないかと思って、今ですね、これ、探しているところです。川なんかいないこれ、東京タワーだよ、これ。こうでしょこうでしょあうん。できます。ちょっとはっきりしなかったので、ちょうどですね、後ろに交番があったので、そこにいたおまわりさんに聞いてみることにしました。ちょっと、ほいぐね。được すい không? ません。はい。あ、ようやく見つけました。これがスカイツリー、ちょっと見えないですね。はい、今この、千鳥ヶ淵散歩道にいます。これですね。ここがちょうど、このように、まずスカイツリーが見えます。ちょっと見えづらいのでアップにします。はい、これスカイツリーですね。それからちょっと右に回って、右に少し回っていくと、東京タワーが見えます。はい、東京タワー、ちょっと見えづらいかな。あ、見えましたね、これ。はい、東京タワーが見えます。ちょっとずれますけど、ほぼ同じ高さに見える、ところです。iPhone で撮った映像もありますのでご覧ください。結局ですね、警察官の方に聞いたとき、そんなの見えないんじゃないと知らない様子でした。近くの東京タワースカイツリーラインの直上に来てみました。Vị trí đúng là ở đây. Nhưng mà ở đây là thấp và cây nhiều nên không nhìn thấy được. ということで、この辺は何も見えませんでした。はい、位置の確認をします。ここが東京タワーで、ここがスカイツリーになります。これが、皇居になります。この時いた場所は、このオレンジ色のピンの、この場所、千鳥ヶ淵散歩道っていうところです。はい、ここですね。それでこの緑色の線が、東京タワースカイツリーラインで、先ほど歩いたのがですね、ちょうどこの道になります。ここはですね、ちょっと木が多くて何も見えませんでした。この道ですね、もうちょっとこのようにですね、歩いていけば、ちょうどこのドンピシャのところに当たりますので、ここでですね、もしかしたら2つのタワーが見えたかもしれません。まあですね、この日はですね、ちょっと遅かったので、もう帰りました。それでですね、この地点からどのように見たかというと、こうですね。ここからですね、この方角にスカイツリーが見えて、この方角に東京タワーが見えました。はい、ということで、日本に新しい名所が一つできました。はい、ここです。はい、拡大します。はい、ここです。せっかくですので、
この名所の命名をしたいと思います。名付けて、東京タワースカイツリー仲良し地点。また東京タワースカイツリー仲良しポイントでもいいかもしれません。その後周囲からこの名称が少々幼稚だとの指摘がありましたので、この名称を愛称にして、正式名を東京タワースカイツリー有効地点とします。または東京タワースカイツリー有効ポイントでもいいです。数十年後ぐらいには注目を集めるかもしれません。この地点は、東京タワースカイツリーライン上のドンピシャの地点ではないのですが、ちょうど千鳥ヶ淵散歩道という縦看板もありますし、その後ろには交番もあって、名所としてはとてもいいと思います。また、個人的にはですね、一日大変な思いをして歩いてやっと見つけた場所なので、非常に思い入れが強いです。ドンピシャの地点については次の機会に行ってみたいと思います。それでは今日はこれで終わりにします。おやすみなさい。